どうも、潜入おりです。今回の潜入先はこちら、岐阜県関市にあります福田刃物工業という場所に行ってきました。福田刃物工業といえば、以前紹介させていただいた奇跡という国内初の超高合金の包丁を作った会社です。ダイヤモンドに次ぐ硬さということで、どのようにして作ってるのか気になりますよね。なので実際に工場へ潜入してきました。それでは今回のテーマ、工業用刃物について、粉末ハイスのことやロー付け、諸和硬さ試験、歪み取り職人、ワイヤーカット、そして結合材による砥石の硬さ、切れ味試験機やトイレ、エンジニアの思いとはということで情報盛りだくさんです。また後半には他にはない異質な経営者と呼ばれる福田社長について、そして奇跡の包丁を使った料理屋も紹介します。ぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。それでは本編へどうぞ。では実際に機械を見ていく前に、福田刃物工業さんがどのような会社なのかご紹介させていただきます。福田刃物工業は岐阜県内唯一の工業用機械刃物メーカーです。国内初のポケットナイフ量産メーカーとして創業し、1921年にお札などの紙を切る断裁包丁の製造を日本で初めてスタートした会社です。お札の他にも工具の部品にも使用されており、僕らの生活に大変貢献してくれてます。そして去年、福田刃物工業が料理用包丁奇跡を開発し、発売初日に僕が購入してしまったとこから今回の潜入は生まれました。奇跡を持ってる方はもちろん、持ってない方も大変興味深い内容となってますので、ぜひお楽しみください。それではまず鋼材の話からですね。どうぞ。これ一番第一工場って古い建物、はい、ありがとうございます。ここからはね、暑いんですよ。熱処理がどうしてもあるんです。はい。本当に暑いです。そうなんです急に暑くなります。ここが資材置き場になりまして、うち年間大体1万種類ぐらいの製品を作ってるんですけど、今まで全部合わせますと、8万種類ぐらい。で、受注生産がほとんどですので、お客様から注文いただいたら、ここに材料がちょうど、大井さん知ってますか？はい、もう大好き。これなんか SKD11 とか、こういう、これは、S502C ですね。SC 材って言われるんですね。それから、唯一、ちょっと在庫みたいなのかな。これがハイスピードスチールっていう高速度コックをですね、ハイスと言われる、鋼の中では一番高度が入りやすいと言われるものです。で、うちもやっぱり工業機械刃物が多いので、ハイスっていうのが一番多いですね。非常に高価な材料ですね。で、なぜ高いかっていうのは、やっぱりレアメタルがたくさん入ってまして、カーボンも多いんですけど、いろんなモリブデンとか、タングステンとか、非常に硬くなる素材がたくさん入ってて、でどうしても高い材料になるというのが、この、ハイスっていう、高速度コークを、これは工業用の刃物では非常によく使いますし、あと工具ですね、切削工具。ドリルとかエンドミルとかですごく使われる材料です。なるほど。高度から言うと、6L、C でだいたい65が 4以上ぐらいになるんで、高いものになると、68とか69とか、それぐらいいきますんで、非常に硬い材料になります。ハイスってもう昔からあるものなんですか？そうですね、もうね、アメリカで開発されたんですけど、もう4、50年にはなるんだね。でも4、50年。そうですね。すごく古いわけじゃないですね。SK とか SK のような昔ながらの材料とはちょっと違います。名前がなんで高速度コークかっていうのは、やっぱり切削コークの高速の回転に耐えられる耐熱性がいいとか、もしくは熱が発せられているところでも、高温下でもコードが柔らかくならない。そういう特性が持ってるんで、高速度コークっていうんですけど、ちょうどこれ、超高合金が、ロー付けされた直後はこんな汚いんですけど、ここに今、超高合金がロー付けされてて、これが鉄になります。ロー付けっていうのは、どうしてもハイスって高いじゃないですか。で、5メートルとかでかいものになってくると、すごく高いものになっちゃうので、必要なところだけを硬いもの、超高合金とかハイスとかそういうものをロー付けして、あとは柔らかいもの、
いう技術がまあ我々にはあって、長いもんだと5メートルを超えるようなロー付けができるっていうのも我々の特徴です。実際ロー材というのは、こういうただの、まあただの言ったら変ですけど、銅が、まあ1070度ぐらいで溶け出すんで、はい。それを溶かしてくっつけます。で、実際には1平方ミリあたり27キロとか28キロに耐えられるんで、面積が大きければ大きいほど、その接着強度は高くなるという、非常にまず剥がれない。まあ、ロードもいろんなあって、銅だけじゃなくて、こうやって銀銅っていうんですけど、はい。銀でできたやつもあります。はいで、これは1070度ぐらいの鉄鋼が溶けますけど、はい。銀銅っていうのは大体700度から800度ぐらい溶けるんで、低い温度でやりたいときはこれを使います。で、超合金のロー付けは、やっぱりほとんどがこれで行われて、ちなみにこれサンドイッチ炉って書いてあるんですけど、はい。サンドイッチっていうのは、銀、銅、銀っていうふうに、まあ、サンドイッチになった銅材を使ってまして、超合金で割れやすいもんですから、銅は溶けずに1070度なんで、で、銀は溶けてくっつくことができるという。まあ、こういうふうに銅がまあクッション材になるとですね、証拠が割れないような、はい。そういうものがこれがサンドイッチロー。だから、奥の方に、はい。行きます。ありがとうございます。はい。ここがまあ熱処理になります。はい。うちの最大の特徴は、本当に、熱処理できない材質がない。例えば、さっきお話したハイスっていうのは、だいたい1250度以上ぐらいで焼き入れするんで、はい、でまあ、よくやられる SK とか SK ってのは800度ぐらいなんで、そういう高い熱処理は外に出しますよとか、それから、大井さんも多分ご存知だと思うんですけど、日本刀とかって、昔分業制なんですよね。はい。研ぎ師がいたり、それから鞘は専門で。で、未だにやはり、関の刃村さんも、やっぱりこう、柄の部分はやっぱ外注化してると。で、我々はもともとこう、一貫生産をしてきてるので、まあこういう、どんな材質でも、焼けるっていう、まあ120何年間の間に、こう、いろんな材質が焼けますし、それからロー付けも、まあ全部、大体、中にはステンレスにステンレスとロー付けするとか、そんなこともできますので、まあいろんな材質を焼くことができると。はい、これからサインにちょっとこう、これから説明してもらいますので、はい、若いです。わかります。合ってるかな。何年目やった4年目に。4年。はい、若いです。はい。私からは、焼き入れと焼き戻しの2つについて説明させていただきます。はい。まず焼き入れはどういう工程かというと、鉄を高温で熱した後に、急激に冷ましてあげることで、鉄を硬くしてあげるっていう工程になってます。で、焼き入れを行うと、どうしても製品ってこう歪んできてしまって、ぐにゃぐにゃになってきてしまうんですけども、それが冷め切る前に、こっちのプレス機とか、板軸なんかを使って、締めてあげて、温かいうちに締めてあげて、皮膚をなるべく取って、次の工程で回していくっていうのを工夫しながらやっています。で、続いて焼き戻しなんですけども、焼き戻しっていうのは、焼き入れと必ずセットで出てくるものなんですけども、まあ、焼き入れだけだと、どうしても鉄って硬くなるだけなので、刃物としてはあまり使い物にならない。例えば硬くなりすぎてしまって、ガラスのようにすぐに割れてしまって、まあ、包丁だったりとかだと、すぐに破欠が起きてしまって、刃物としては寿命が短いということになってしまうんですけども、焼き戻しを行うことで、その刃物自体の製品自体の寿命を長くしてあげたりとか、柔軟性を持たせてあげて割りにくくしてあげるっていうのを焼き戻しを行って戻していく。焼き戻しはどういった方法でされてるんですか？そうですね。焼き戻しは奥にある自動線パールを使って、だいたい500度とか600度。あ、そのくらいまで上げるんです。はい。で、焼き戻しの炉はあとこちらにもあるんですけど、あちらでは200度とか150度とか、低めの温度で焼き戻し。SK とか SKS とか、やっぱり低温戻しが起きて、180度から200度。さっきお話したハイスみたいなものは、まあ基本的にはいい焼き戻し温度が540、50度なんで、まあこっちの焼き戻し度みたいな。で、中には低温戻しにした方がいいものもあるので、そこは割と使い分けて。硬すぎるのは良くないんですか？そうですね。まず焼き入れしっぱなしっていうのはやはりありえなくて、やっぱり人生というか、やっぱりこうしなやかさも必要なので、硬くてしなやかな感じ。
をやっぱり求めているので、焼き戻しはやはりお客さんに合わせてですね、結構高戻しにすると、はい。とかあと2回3回何回か戻しをするとよりこう粘りが出たりするので、はいまあ、お客さんに合わせてですね、硬いものを求める場合ははい割と低温戻して一発で終わらせたりとか、はいまあ、いろいろ、まあ、工夫しながらやっぱり書いてました。ちなみに大井さんコードのこともおっしゃってたので、こっちにあるような普通はロックウェルコードだとか、それからビッカスですね、はいそういうものを使ったりするんですけども、やっぱり最終的に製品になるので、なるべくこう製品を傷つけずにある程度積んでいくって感じで、これショアコード系というのがあって、ショアでっていうコード系で割とこう傷つけずに、この中にボールが入ってて、はい反発でコードを測る。はい。いうやり方で結構いろんなところにこのショアコード系が置いてあって、コードが測る。はい。そうなんですね。はい。本当になるほなんかないよね。なんかある。ど。これって一般的なんですか？割とね、工業的には一般的ですね。はい。ああ、そうなんですね。本当こう、例えば、こうやってギュッとやった後に、こうやってカチンとやると、はい。今これ生なんで、はい。昭和の25しかないです。生の、コードが出ます。はい。生じゃなかったらどんくらいまで上がります？例えばこれはコード入ってる。例えば、昭和の75とかはい80とか、へー入ることもあります。そうですね。やっぱり今、これが65ですね、昭和の。はいこういうのだと傷がつかないので、はい。特に仕上がったやつとコードを測るのが難しいので、あそこにあるロックエルコード系はあるんですけど、はい。まあ、通常正確に測りたいときはこの HRC のロックエルコード。ちなみに兆候は HRA っていう A スケールになるんで、はい。まあ、ここの、測定値を変えて、後ろの重りも変えて、で A スケールで測れるようにしますけど、まあ、兆候メーカーが保証してくれるので、はい。兆候を測るってことは、まあ、めったにしないんですよ。へこれが熱処理して硬くなる鋼は、C スケールで、はい HRC で、まあ、ここで常に測るという。なるほど。はい。あっちが書いてブラスト、ショットとかですか？そうです。ソフトブラストはそれはなん、かどういう使い方されてるんです基本的には、例えば油焼きでとか、か？はい。やっぱり大気中でやると酸化してスケールがつくんですね。黒いすすがつくんで、それを飛ばしてあげないと、その後に穴加工したり、いろんな加工するとこうすすがついて基準面ができないので、で結構飛ばしたりします。へそうですし、これもっと大きいトップピニンがあって、これ円盤型でこう、え。へえ。これで、まあこれ結構玉大きめなんですね。あと材料って入ってきたばっかりにとって結構スケールがついてるんですね。あ、そうなんですで、それを飛ばしてあげないと表面が硬いんで、で結構こういうので飛ばして、それから加工に入るっていう。なるほどそれもあります。はい。なんか、洗うっていうイメージですかね？そうです、その通りですね。はい。次はですね、和風騒音家にも出た、超職人の歪み職人です。はい。泉職人。はい。よろしくお願いします。下田です。よろしくお願いします。水調整ということで、はい簡単に言いますと、製品をまっすぐにしますということです。で、この機械で直すんですけど、はいフリクションプレスと言いまして、まあ、スクリュープレスとも言われるんですけど、はいこれ軸がはいスクリューになってるんで、はいまあ、スクリュープレスとはい言います。まあ、構造簡単で、はいこうレバーを下ろすと、ポンってなんですけど、これのマックスのパワーが、これに機械が50トン。なんで50トンを、こう、定銀の硬さとか、はい。まあ、長さとかの、この関係で、はい。こう強くやったりとか弱くやったりの、作業者側でコントロールです。今これが普通の鉄なんですけど、はい。これを直していきます。これ普通の鉄なんで、はい。実際はまあ、柔らかい。そうです。なんで、マックスの50トンは使わないです。で、まあ、コツとしては、目で見ながら、マックスになるように取っていくということで、なんで、絶対にこう弱く弱く。目で見ながら。すごい。大体。はい。変わりましたね。すごい。強いと、はい。
あ反対にこう。あ、はい。うわ。本当に完全目視なんですね。目視。うなんで大体目視ではい 0.21とか2ぐらいまでは持っていけます。ん。うわで、それ以上ー。はい。だと、100分台ですね。は、さすがに僕らも目視では無理なので、まあ、定規使って、木剣までこう、100分の1出てますんで、こう当てながら、はい光が入ったら N ゲージで、測って、押さえて、はい測ってっていうのを、まあ、繰り返してやっていくと。ありがとうございます。面白かったです。本人はなかなか言わないですけど、やっぱりできる人ともう差がかなりあって、ものすごい差があります。だから、種がいいが、見えない人とか、やっぱり一番いい職人は、少ない回数でやるのが一番いい職人。何回も叩いてやるのは、その後にもう刃物としてはこれはフリーズが残っちゃうんです。そうすると刃物としては良くないんで、少ない回数で見極めて、見た瞬間に必要最小限で終わらせるっていうのは、まあ彼はすごい。テニス仲間です。ありがとうございテニスもうまい。同式品でも無機品でも、常に歪みとの戦いで、加工すると歪みが出ます。竹で曲げたりするときもそうですけど、やっぱりこう熱をかかると必ず歪みが。その理由はいろいろあります。材料の場合は、応力が溜まって、それがまあ削ったりすると、これが解放されたりとか、その連続で歪みが出ますんで、まあ、常にこう職人がところどころ歪み直す矯正の人間がいまして、は直していく。ちなみに我々もレーザーみたいなやつで歪み矯正器っていうのは持ってるんですけど、はいマシニングセンターとかはい研磨機と違って、はいこの技術だけは人間の目で見た方が圧倒的に速いし正確です。この辺は職人技の頼った方が速いってことで未だにやっぱり。ちなみに今これも古い機械なんですけど、はいこの後新しい機械の前になぜこんな古いこれプレーナーっていう加工機なんですけどあるかっていうと、刃物の場合まだ刃の元になる傾斜ですね、傾斜を削ったりとか溝を掘ったりするには、まあ、こういう加工機能がやっぱり圧倒的に速くて、はい。もしよろしかったらこういうふうにいわゆる面取りみたいな。はい本当そうですねこれバイトって言うんですけどこの工具のことをはい。バイト。これですねこれが形状に沿ってまあこういう加工をしてて、はいでこれによって削っていくというへ実際にはさっきお話ししたハイスとか、はい非常に硬い材料になってます。ここでまあ今ちょうど傾斜を削ってると本当だ。ずっと見てられる。思って立ち抜きみたいな。いや、そうだ。はい、そうですね。そうですね、荒研ぎと言いまして、はい本当にまだ仕上げの研磨する前の荒の研磨するところで、でドイツの機械全部ドイツの機械になります。ゲッケルというドイツの機械なんですけど、やっぱり要は重検索ですね、はい非常にこう負荷がかかる検索においては、これドイツの機械がやっぱり丈夫で、で精度を上げるには日本の研磨機が非常にいいんですけど、でこういう荒の研磨とかっていうのは、はい。うわ僕がこういうものを時で研磨するにも、まあ、こういうマグネットに、これマグネットになってます。マグネットなった。マグネットにくっつけて、はいで砥石がこう回って、はい。で研磨していく。へちなみにこの辺にあるようなやつが、はい粉砕刃になりますね。粉砕刃って言いまして、はいこれもロー付け品で、こことここが鉄と、これハイスよね、多分ね。はい。ハイス。はい。はい。ハイスと、で、ほぼ、見た目はあんまりパッと見た目はわからないわかんないなってますね。横はまあこういう感じで、こあういう感じになってますけど、はい。まあこれがロー付けで必要な刃の部分だけがロー付けする。ここはですね、まだ古い機械多いんですけど、一般的なフライスって言って、こう削ったりするような、あ。おー。まあ、厚み削ったり幅を削ったりする、はい。ロースケフライスみたいなやつもあるんですけど、普通はですね、例えばこういうのを材料入りました時に、これから穴を開けたり、いろんなことをするのに、ここから10ミリのところに穴を開けたい時に、ここが適当だと、ちゃんとした穴が開けられないじゃないですか。で、
これを6面を1、2、3、4、5、6面をきっちりちゃんと削って、ちゃんと精度を出した状態、生地面を作ってから加工が始まるっていうのが基本なんです。で、今まではこう立てて、まず削ります。で、ひっくり、また外して、ひっくり返して削ります。で、また違うところ持ってって削ります、削ります。で、また違うところ持ってって削ります、削りますやったんですけど、そこにある機械が、ちょうどちょうどこれですね、まとめて、これ3つくらい重なってるんですけど、同時に一発で加工ですね。これもまた90度で反転するんで、この横も削れてしまうんですよ。こういう感じで。こうやってやれば、表面全部加工できてしまう。こうやって加工してたのが、一度にこう4面を加工することができる。こんな感じです。すごい。ほんと学校みたいですね。そうですね、そうですね、そうですね、そうですね。学校みたいですね。ここはですね、第三工場。第三工場。はい。すごい。主にマシンセンターがたくさんあります。やっぱり工業機械刃物が多いんですから、形状加工したり穴を開けたりするような。今加工しますけども。ここでこう。はい。新人ですけど、新人がもうマシンセンター使うぐらい。そうなんですね。何歳やった？何歳20です。この女性も、はい。結構面白い。面白いです。はい、ありがとう。ありがとうございます。女性入り出したのは最近なんですか？最近ですね、やっぱり5年ぐらい前からちょっと少しずつ、一人ずつ製造部にも入り始めて。ここはもう本当大型のマシンセンターと、ワイヤーカットとか、これからマシンセンター、説明してもらいます。マシニング担当してます、小野と言います。よろしくお願いします。僕、このマシニングセンターを使って、主にこういう穴開けだったり、こういう穴とか、こういう段削ったり、あとはこういう形状加工をしたりしてます。これハイツなんですけど、で、これが今回包丁でも使われてる証拠。もうプログラムも積んであって、あとスタートを押すだけなんで、よかったら、押してみてください。水の色がクリーム色のやつはこれは水と、あと接着液、油を混ぜて、普通の真水だとやっぱフォーク自体がちょっと摩耗してしまう。ドリルを開けるための今案内を作ってます。で、ちょうど今からドリルに変わります。かっこいい。ありがとうございます。じゃあ、よろしくお願いします。ここのマシニングセンターは、僕今加工してて、ちょうど形になってきてるんですけど、うわ、すごい。ちょっと繊細な動きもできるのでいいんですけど、白っぽい感じのこういうのがあるんですけど、使ってるのは天然木なので、やっぱり1個しかない、もう柄も全てオリジナルになってくるので、愛着が湧きやすい。これをセットして、この形にした後に、実際、じゃあどうやって剪定するか、細
かく見ていくんですけど、こうやってちょっとした欠けとか、ちょっと触っていいですか？いいですよ。ありがとうございます。わかりますかね。なんかよく見つけたなっていうぐらいのへこみとか、ありますね。ここにもあるんですけど、ここ本当だ。はい、見えます。にへこみがあったらもう即ダメっていう風に樹脂の軸でこう、はいシャコってはめていくんですけど、はいやっぱり複雑な構造してないと、やっぱ彫刻って穴開けたら割れちゃったりとかするので、もう中からこううまくその固定できるような構造にしていかないといけない。こういうのも全て、接着剤も全て、はもうネジが全くいらないっていうものにしていかなきゃいけないので、それを叶えたのがやっぱマシニング線。い。なるほど。どんだけ複雑なやつでも正確に作るので。さあ、ここです。ワイヤーカットになります。マーカットですね。今ちょうど稼働してるので、入れてもらうんですけど、彫刻ってワイヤーカットじゃないと切れない、もう硬すぎるからっていうのがあるんですけど、じゃあ実際どういう風にやってるのかっていうと、このリールに巻かれてる金色の細いワイヤー、ここに電気を流す。で電気を持って熱で溶かして切っていくっていうのが方法なんです。これですよね。あ、そうです。これをビギーって当ててって切っていくんです。わかりやすいのがすごく細いはい。このラインに電気を流していって、で彫刻を1回セットに40枚重ねていくんです。こうやって重ねていくんですけど、はいこれちょっと断面が黄色っぽくなってるんですけど、これは熱で変色、そうですね、焼けた変色の色で、ちょっとサビっぽい色なんですけど、で、これを切り抜いたのが、はこれです。これがもう、何か加工する前の、い。おー。刃をつけていく前の段階になってきます。で、やっぱ彫刻って重いので、ちょっと、ちょっとこれ持ってもいいですか？いいです、いいです。これ40もないんですよ、まだ重い。結構これ重いですよね。抜けてる状態でも重い。そうなんですよ。で、やっぱりその溶かしきっていくっていうことで、こっからスタートして、はい。ピーって切っていくんですけど、やっぱり溶かしきるってすごく時間かかって、10時間かかるんですよ。やっぱ10時間っていう手間をかけないと彫刻合金切れないなっていうはのがあるので、でもそれぐらいこだわって作りたいっていう思いはありますね。い。切っ先を、まあ、丸くしてる理由っていうのは、はいワイヤーだと難しいんですか？ワイヤーでもうある程度もっと鋭い切っ先できるんですけど、まだ出だしなので、彫刻合金は少しかけやすい手がありますので、はい。最初からかけるとまずいなと思って一応 R をつけました。なるほど。でも少しずつこの後ペティとかいろいろやった時に少しでも先まで刃をつけた状態で、切っ先をもうちょっと鋭くしたいなっていう小木さんのご指摘通りやりたいと思います。すみません。ありがとうございワイヤーカットも一応ね、これ線形が線の径ですね、ワイヤーの径がコンマ25なんで、黙っててもコンマ25のます。丸に。あれは出ます。あー、なるほど。本当これ物理の世界です。実際には触れてなくて、はい。製品とワイヤーってのは触れてなくて、わずかな距離があるんですね。で、この水溶液があって、この水溶液が絶縁状態を作ってるんですね。で、近づいた時に絶縁が破壊されて、その時に光を出して溶かしながら、で、またオンオフを繰り返しながら進んでいくという、本当物理の世界、ちょっと難しいです。はい。じゃあ次に、最後の工程なんですけど、研磨。研磨、見たいです。いわゆる小石を機械でガーって動かす。あっちの工場ですね。できたところの。多分一番気になるとこじゃないかな。3人ぐらいが、女性が働いてます。仕上げの場合になります。よろしくお願いします。断裁包丁、紙を切る刃で、はい。ここが鋼でハイスで、はいここが鉄なっておます。ー。使ってるのは、縦軸とはい。横軸をお客さんの用語に使い分けて、はい。狭いんですけど、ちょっと。実際使ってる砥石がこれで、リング砥石っていう名前の通り輪っかになってる砥石になります。すごい粗いものから細かいものまで入ってる。すごいザラザラのものとかあります。本当だ。横軸だと、はい
触れる面積が広いんですよね。はい。広いので、一気に幅とかを調整することができます。ただ、幅とか厚みを調整することできるんですけど、やっぱりこういう回転なので、はいこういう波の模様がついちゃうんです。はい。で、お客さんだと、やっぱりちょっとこれ嫌だなっていう方がいらっしゃるので、さらに細かい、そうですね、横軸、こっちの方がもう本当、ツルツルというか、はい。細かいやつなんですけど、はいこれはこう来るんですね。そうすると波を消してくれるんですね。一方通行にしか行かないので、さっきのピカピカの状態になってきます。で、これが走行用のダイヤモンド砥石になります。これはまたリング砥石と違って、いわゆるカップ砥石って言われるはい。ダイヤモンドがこういう、人工ダイヤ、合成ダイヤ。これはこう回ってはい。いきます。でこれのいいところは、リング砥石もこれもそうなんですけど、多分、大井さん気づかれてるんですけど、意外に番手低いなって思われてるんです。はい。で、これだと60番とか、これは混合なんですけど、はい36番と46番。非常に低いんですね。はい。低いんですけど、やっぱりこう、同じところでスパークアウトすると、はい。まあ、あまりよろしくないんですけど、目詰まりをして、でちょうどツルツルになるんですよ。はい。で、ああいう横軸に通してはなかなかそれができない。あちなみにそうですね、ここにスペックが、そうですね、これで言うと、36番と46番の、流路で、結合度は J。で、はい A の方が、柔らかい。で、Z に行けば行くほど硬くなるんで、結合度、要するにこれは結合剤の、によって硬さがかなり変わるんですよね。あ。要するに、焼き固めるので、はい彫刻と全く一緒かもしれない。ボンドと塗料をかき混ぜて焼結して砥石は作るので、はい。結合剤によって違います。ちなみに B っていうのは、レジンボンドですね。はいレジンです。うん。で、まあ、レジンよく多分知られますよね。はい。稼働してるところ、さっきも仕上がっちゃってたので、稼働してたところを見ようと思って。はい。あ調整になってくるので、結構こう、成形するものもあって、そういう形状に研磨したいっていうものも、例えばこういう形状だとか、こういう V の形状だとか、いろんな砥石、特に WA 系ですね。はい。 WA はまあ割とこう、成形しやすいので、まあいろんな、アルミナ系ですね。白色アルミナ、たくさんしてますよね。は結構こういう形状 R の75を作ったりとかして、外に。で、これは結構脆いんで、実際はCBN、ボラトン砥石っていうか CBN 砥石なんですけど、はい。そういうもので、やると崩れないんで、硬いんで、もう完全にそういうものを作るんですけど、あまりたくさん来ない製品は、今回コッキリみたいなやつは、こう WA みたいな柔らかい砥石で、こう形状を作って、まあここで取っておくという感じです。はい。工業刃物の刃付け、はい。向こうが、刃付けなんですけど、はい。刃を動かすんじゃなくて、はい。この土台がこうやって傾いて、徐々に徐々にはい。刃をつけていくんですけど、ここが磁石になって、で固定して、これで角度を決めてるんです。あ、そうですそうです。角度を決めて調整して、で、そしたら、この完全に固定されてるとずれることがない。もうこのまっすぐ回転させた状態でこう行き来してる。包丁の角度って大体30度から40度なんですけど、工業用刃物って90度の刃もありますし、でも一番、よく薄いのでも15度もあるんです。よくお客さんが10度とかやったらどうって言うんですけど、そうすると先端がビロビロになっちゃうんで、で、バリができると、それ取れた時にポロッと取れちゃうんです。だからやっぱり、一番、薄い角度の15度まで、で、あとはラッピングで18度ぐらいにして、で、ちょうどいい刃をつけると。ちなみに15度ぐらい求める刃物ってどういったものですか？そうですね。やっぱり紙系とか、硬すぎず、割とスパッと切りたいものとか、布とか、そういう紙とか系は、薄いものを求めたりとか。なるほど。あと、刃物じゃないんですけど、ちょっとスクレーパーみたいに、ちょっとこう、こすったりするようなものは、ちょっと鋭角のものを求めたりするのがありますね。はい。ありがとう。彼女も女性ですけど、はい。もう刃付け2年目。だから、刃がついたかどうかをここ確認してるんです。あここに帰りが出る。ちょっと触ってみてもいいですか？あ、大丈夫です。
ありがとうございます。北村さんよろしくお願いします。超工合金で包丁作ろうってなった時に、やっぱどうしても、最初僕らも頑張って手で刃つけたり、なんとなくいろんな包丁を作ったりしたんですけど、やっぱどうしたって手で研がれるっていうだけでも難しいのに、それをゼロから作るっていうことができなかったんで、割と早々にもうこれは僕ら今まで機械で刃物を作ってきたんだから、こう職人になるとか、人の手で完成させるじゃなくて、もうどう頑張っても全部機械でやるっていう方向じゃないと形にできないなっていうのは結構早々に僕らの中で分かったので、はい、じゃあどうしていこうかっていうなった時に、もう専用で1個機械を、我々用に設計してもらって作ってもらって、はい、超工を加工するための機械っていうのを一から今回作ったのが今ここにある、機械だとたまたまできた1本がじゃあどういう条件だったかって要素を分解できるんで、それだったら僕らでもこう、なんかいけそうだなっていう感じになったので、今は機械でも最終の刃付けから全部やってる。なるほど。で一応物としては、さっき見ていただいたワイヤーで、これも切っていただいたのが、もう単純なただの板なんです。で普通の包丁ってここからこういろんな段階を経て、いろんな職人さんがいろんな加工していくと思うんですけど、我々は本当にこの左と右の機械で片面ずつ仕上げて、もうそこで包丁の形にして完成させるっていう工程を行ってます。で、片面加工すると、今これが、これ両面終わっちゃったり。これが、もともと片面のやつが、これで片側を、でも今皆さん使っていただいてるのと全く同じ、この3段、3つの面を作った上で、それが全く同じことをこちら側も加工して、で、裏表で。でもここで刃もついた状態で、返りがこう出た状態で機械から出てくるので、そこを最後手で針だけ取って、あとはもうこれで一応刃の部分は完成させるっていう。そのなんか手で帰り取るところの、ものというかなんか見れたりするんですか？帰りはでも本当にこのウエスでこう、軽く払う感じで、超高なんでそもそもが粘り気がないので、いわゆる鋼の包丁みたいな、しっかりとしたバリって出なくて。じゃあこれで取れるっていうか。そうです。いわゆる鋼とかってまた刃とちょっと接しながらこう、ちょっと伸ばされてくっついたような多分帰りが出るんですね。一応もう超高の場合も完全に独立した帰りみたいなものが出てるので、そうですね。本当にちょっと軽く払うとポロポロポロっと取れるようなるほど。ちなみにこの刃付けの角度って教えてもらうことできるんですか？刃付けの角度は、一番最先端は20度ぐらい。20度ぐらい。はい。でそれも、我々包丁を作ったことなかったので、こう、あんまり言うのもあれですけども、他社さんの包丁を片っ端から購入して、一個一個測定をして、データ化して、こう皆さんの今ある世の中にある包丁を全部プロットして、で、この包丁はじゃあ僕らが切った時、どんな感覚だったかみたいなものをみんなで共有しながら、じゃあ僕らの思う理想の包丁ってどこにあるんだろうみたいなものをこう、みんなでこう話し合いながら、この包丁のこういう部分はいいねとか、そんなのを組み重ねて、なんで本当皆さんが今まで培ってきたものを僕らもお借りして、なってしまうんですけど、機械刃物って切るものが固定されてるので、もう牛肉なら牛肉を切るだけの刃物っていうのを作ると、それに適した角度はこの製品ですっていう知見はあるんです。やっぱ包丁ってすごいいろんなものを切るので、どうしてもこう、全部が100点のものはどうしても作れなかったので、じゃあ僕らの思う理想っていうのはどこなんだろうっていうのをこう、何年、1年とか2年とか話し合いながらやったっていうのが今僕らのこの包丁になります。素晴らしい。お話うまいですね。ありがとうございます。マーキングをちょっと、やってるところまだ何もない状態なので、だからここに置いてマーキング。ここ押したらもういいってなるんで。いろんな条件やって急にいいのが出てきたありがとうございます。検査の方、検査失礼します。ここがその機械刃物を作ってる検査室になりまして、で向こうがちょっと簡単な検査で、こちらがちょっと精密な検査を測定すると、すごい。
でもしましまの光当てたその反射を見て、表面の凹凸も取れる。はい。いいじゃない指がこうやってすごい。はい、スプーン加減みたいなやらないですけど、うん。そうですよね。この指紋の凹凸とかが完全に犯罪者にバレてこんな形でプロファイルって言って、ここのもし断面を切ったらっていうので、はい。この指紋の今だと指紋のこの凹凸がはい。線としてう見れる。わー、なるほど。で今先ほどお話ししたその包丁の断面みたいなもの、はいこの機械で取ると全部その断面が線としてこの横に包丁を切って、実際切って測定することもなく、大量の包丁をどんどん乗せ替えて、はい。ここにどんどん包丁の断面が見ていける。この波って指紋のそうこれがこの溝ですよね。この指紋うわのこの辺下げてあげると、この真ん中ら辺に出てきたりこの人は VR って言いましいた。やはい欲しくなりますね、家に。欲しくなりますね、本当に。指で申し訳ない。いいのがいいかった。ここはちょうどいい温度なんですよね。そうですね、25 5度ぐらいですかね。はいホーンスっていうの。はい。ここ、温度キープするためにこういうの。そうです、そうです。この検査器が温度が、上がったり下がったりすると結露してダメになってしまったりとかするんで、であと精度も悪くなっていくので、はい。この1年通してずっと25度。1度変わるだけで100ミリあたり多分100分の1とか大きさが変わるんでへ管理するっていうのがめっちゃ大事ですね。ありがとうございます。なんか強くないですか？こっちなんかは社員のロッカー室があってちょっと結構ものづくり好きな人が多いんで、ああいうテレビ台とか机とかも社員が DIY で作ったり。はい。マジ？てかまた匂いもいいですね。そう快適。うん。そうですね。こういうものがあったりとか。すごい。はい。トレーニング。食堂。そうですね、食堂。これ製造部が食べたりする食堂ですね。もう準備されてる。そうなんです。で仕組みとしては本当に単純で、刃物が見ていただいた方が早いですけど、この試験機の何試験機とか名前あります？切れ味試験機。切れ味試験機。なんかホンダ式なんとかみたいな原理としては、はい。一緒ですか？ホンダ式と。ホンダ式の改良版みたいな形で、ホンダ式が確か平のまま切っていくんで、こいつが切ったやつが抵抗になって数値が落ちていくのを一応押し開いていくことによって、はい。刃と接しないんですね。はい。多分切っていくのを上から見ていただくと、これで押し開いた状態。そういう感じなんだ。そうなんです。で、1往復あたりに何ミリ切れたかっていうのをこの都度プロットしてくれるので。で、1個はその切れ味の初期値みたいなものが、ここでいうとこの瞬間値って値で1往復で大体 2.9 ミリほど。この紙っていうのはただのどういう紙質ですか？一応そのピンセンターの開発された方がこの会社からこの仕様の紙を買うみたいな、全部その論文とかも同じ紙の仕様で束で決まっているので、そうなんですね。半紙みたいな感じです。本当に半紙みたいな感じですね。つるつる。つるつる。ありがとうございます。なんか大ホールでちょっと見ることできます？大丈夫です。すごい。うわ、いいですね、本あるの。ここがもともとしょっちゅう従業員がいろんな技術発表会とか、いろんなことを集まってやったりとか、あとちょっと割とうち団体で高校生とか大学生とか社会人も数十人が工場見学来たりすることがあるので、こういうホールを使って、やってます。すごい。
関の刃物祭り行かれた時に、はい前ナイフショーに出た時に、はいこれ遊びもしました。いろんな材質を我々全部作って焼き入れして、こういうSK11 とか、SKT4 とか、ハイスとか、そういう材料でこういうちょっと遊びをして出店したりとかもしました。今青い部屋ってあんまりどんな感じなんですか？ここはちょっとそういう部屋になってまして、これ牧田さんの工具に使われるこういう工具、この部分は弊社がやってる刃物ですね。もしねでしたらこれ切ってもらう感じで。お願いしてもいいですか？切れちゃう。はいネジ山を潰さずに切る。硬いものとは思えない。はい。グミみたいに切れる。SKD61 っていう、ちょっと非常に硬いけども人生もあるような材質、誰も知らないと思いますよ、これ。だから奇跡が本当にありがたいのは、初めて人に目に触れるの。我々さっき言った断裁包丁とか、世の中に役に立ってるはずなんですけど、誰も知られてないので、初めてこう皆さんの手に渡るようなもので、これはサインになったりとかして、これも石紙の形にしてまして、これも石紙ですね。そういうためにナイフショーだったり、こうメタルアートとかに出て、こう普段のね、何時までに出荷しなあかんとか、そういうものから離れてちょっとこうものづくりを遊ぶっていう、そういう感じです。そうですね。その息抜きも大事ですよね。そうですね。結構絶対失敗しちゃいけないとか、そういう中で皆さん作ってるので、これで失敗してもいいじゃないですか。そこがいいですよ。いいとこ。そうですね。研ぎの時間っていう感じになりますね。すごい野菜。すごい野菜が可愛い。近く来てもらって。2段目は同時進行で減らす。ちゃんとした刃のものを来週持っていかないと。すごい。これ重心とかって3とこほど自分たちで思ってるだけじゃなくて、そうやって言ってもらって、今も大井さんにこうやって言ってもらってっていうのはすごく嬉しいです。もうそうですね。自分たちの独りよがりでもうエはないっていう。ンジニア妙につけるんです。やる気がもう100倍。すごい。すごい。すごい。割り入りの動画とかもすごくて、こんなに芸術的なことができるんだ野菜でみたいな切り方一つで。横さんとなんか。これ見たやつだ、すごい。これよくあるやつですね。すごい。すごい。これすごい。やば。かわいい。可愛いですよね。かわいい。なんかおめでたい気持ちになります。これは持っていますね。何個か質問しても。いいです。はい。コバルトのことって教えてもらってもいいんですか？大丈夫ですね。通常はやっぱりコバルト、超合、多分大井さん多分知っとられると思うんですけど、コバルト超合合金ってどういうので科学的性質が決まるかっていうと、ほとんどがタングステンカーバイトと、それに代わる、もう一つのコバルトもしくはニッケルなんですけど、コバルトとのこの関係性と、あとは超光の、粒子の大きさ、これでほとんど科学的性質が決まるんですよね。で割合が、タングステンカーバイト OK の割合が多ければ多いほど硬くなります。で、タングステンカーバイトの粒子が細かければ細かいほど硬くなります。でそれをうまくこう調整してるんですよね。でコバルトが一番相性がいいっていうのはもう間違いないです。こう攪拌してその後に焼結する、しかも焼結の時に歪みが出る出ないっていうか、そういうことも全部含めてなんですけど、やっぱりコバルトはやはり、一部で発がん性があるというふうに言われたりとか、でも実際には我々が使っている鋼系とかいろんなものにコバルトは入ってるんでどうなんだろうっていうのもあるんですけど、でも我々としてはやっぱり家庭に行く包丁ですので、ここは避けたいということで、コバルトの代わりにニッケルをということでタングステンカーバイトにニッケルをやりました。ですけど、そこに至ってはもちろんニッケルを入れることによってやっぱりこう歪みが出たり焼結の時にこう炉の中で焼くんですけども、そこでかなり苦労したりとか、あと配合とかかけにくさということでかなり苦労しました。だから今はコバルトではなくてニッケルの方を、採用してます。実際ニッケルにしたことで性能が落ちるとかはないですね。もう本当にタングステンカーバイトとニッケルの割合とタングステンカーバイトの粒子でほぼ決定しますので、
磁性が全くなくなったっていうのは、はいニッケルだから、まあそうですね、はい、コバルトだと少し磁性があるんですけど、ニッケルだと全く磁性がなくなるので、なくなってしまったんですね。はいはい。そうなんですね。なんでそれを包丁に。でただやっぱりこれはいけるなっていうのは最後までちょっとこう不安はあったにしても分かってることは超合金は非常にお札を切ったりするときに非常にもう圧倒的な切れ味を持つことはよく分かってましたし、エンドミル使った時もピカピカになることが分かってましたし、切った断面がピカピカになるので、要するに圧倒的な切れ味を超合金はもう多分うまくちゃんと加工さえできればってことは分かってました、ただ扱いが非常に難しいので、加工できるとかダイヤモンドとかいろんなことができないので、予想はできないと。で日本初になる、やっぱりこう誰もやったことないものの方がいいよねっていう話なんですね。今後のその奇跡の展開として、小さな三徳包丁、本当に主婦の方とかが使いやすいで、美味しさが変わるっていうのがあるので、本当にコーヒーミルだったり、それからもしくはピーラーだったりとか、そういうものにもチャレンジしていきたいと思いますし、あとキッチン周りっていうことで、早い段階で多分まな板とか、それからそういういろんなものも出していきたい、そういうブランドにしたい。ちょっと奇跡の包丁の話とはずれるんですけど、社長のことで、やっぱ他の経営者とはちょっと違うなっていう感覚があって、社長のすごいところですか、どういうところがやっぱり魅力ですか。載せたいなですね。そうですね。多分ですけど、内に向けてっていうよりは本当に外に向けてすごい活動をされてる方で、うちの会社の広告塔としてすごいアピールをしてくれてるなっていうのは非常に感じますね。僕ら本当にどちらかというとエンジニアは内に向けて仕事をするのが仕事なんで、外に向けてっていうのはなかなか僕らは本当にできないので、それやっていただけるっていうのはすごいありがたいですね。本当に彼が言ってる載せてる通りだと思います。私さっき仕事が楽しくてしょうがないっていうお話しましたけど、社長がすごいなと思うのは私がこう仕事をしていく中で、本当に口出しがないので、この奇跡に関してもパッケージとか、奇跡の名前にしても、どういうブランドにしていくってやつも、そのサイトに関しても彼は本当に見守ってくれて、でもう全部自由にやりますよね。普段の B2B の仕事も、基本本当口出しがないので、どう工場を建てるとか、そういうことに関しても、だからもう要するに決断する勝手にできますので、それなのにこれだけ応援してくれる。普通はこう自分が関わらなかったら、人によってはやっかみがあったりとかあってもおかしくないと思うんですけど、広告塔としては誰よりもこう新聞で話したりとか、こう本当に上手に話してくれるんで、それはなかなか我々エンジニアではできなくて、人見知り集団ですんで、そこは本当に社長のすごいところですし、あともう一番すごいと思ってるのは、私もそこは全然10年前ぐらいは全く気が付いてなかったんですけど、やっぱりこういう人たちとやってるのは私楽しくてしょうがないですね、若い人たちと。で優秀ですし、で私は彼らから影響を受けて、僕ももっと頑張らなあかんとこうなります。だからさっき話したように、今まで知らなかったことを、例えばネットの社会のことでもやらないと彼らができちゃうんで、こういうと変なんですけど、上回らないかんっていう気持ちもちょっと出てくるわけですよ。少しだけ負けん気持ちあるんで、そうなるとすごくいい感じになってくるんですけど、でそういう状態をもう本当に社長とかは何やってきたかっていうと、人を取るってことに関しては一番彼がメッセージを出します。人を取りたいっていう、そこにお金をかける、まさに経営者の仕事だと思うんですけど、ですから私なんか簡単で、優秀な人が入ってこれば一緒に楽しんでやればそれはできちゃうよねっていう、そういう状態です。だから社長はやっぱりやっぱり会社っていうのは人なりっていうのをよく理解してて、人をどうやってお金をかけてちゃんと宣伝もして、人を取ると。だから彼がやってる宣伝っていうのは会社にとって利益になるだけじゃなくて、採用にもやはり会社が有名になればやっぱり人が集まってきますので、本当に広告塔としてやってますし、それから任せるってことができてるので、そこが普通の経営者とちょっと違う。正直今任せるっていうのもすごい下の下にいるんで、本当にもう関わることがないぐらい本当に任せてもらってるっていうのがよく、多分本当にそこすごいですね、口出ししないけど応援してくれてるって分かるっていう、その状態がすごいです。そうです。もう本当に奇跡のことでも業績が上がるとね、本当に喜んでくれるんで、見てもらえてる感がある。あります。なんでだ僕もよくわかんないですけど、なんか言われることはない。ここはすごいですね。確かにこの社員の人までになるし、
僕も実はもう分かりません、この立場になると褒められないじゃないですか、何をやっても本当に。で唯一これかましたったら社長喜ぶかなっていうのが私結構あります。だから、で彼らがもっとすごいと思うのは、そんなに社長と接点あるわけじゃないのに、なんとなくこう不安であるっていうのは多分感じてるのはすごいなと思いますね。ありがとうねっていうのはいつも言ってくれてますし、こういうのも標識なんですよ。普通123とかやるじゃないですか。ありますよね。ないんです。何室とか番号とかあるはずなのない僕らね、どっちとか真ん中とか言いながらやってる。だってさっきも青の部屋とか言ってましたよね。あ、そうですね。ここ赤の部屋です。赤の部屋ってしかも赤って分かんない外から見て。そういうはい。女子トイレ。あ、こちらです。こちら更衣室なんですけど。そうなんですね。中見てもいいですか。はい。こっち白ですかね。はい、白が。めっちゃいい香り。あ、全部あれなんですね。電気の。そうなんです。だから小便器がない。だから知らずに入ったら女子トイレかと思って。そうですね。ありがとうございます。はい、ということでここまで見ていただきありがとうございます。まだ続きます。今から異質な経営者と呼ばれる福田社長についてですね、ここまで社員を楽しませることができる会社ってどんな社長が経営してるんだろうって気になりますよね。では一旦僕の方から福田社長の経歴についてご紹介させていただきます。1968年岐阜県関市に生まれました。そして81年私立中学に入学で、面白いのが最初の成績は215番中214番だったそうです。で85年高校を退学し、単身渡米、全寮制男子高校のサウスケントスクールに入学で、こちらの学校では先生ではなく全て生徒によって運営されるとのことと、教育方針が日本と真逆、 100% 予習知識ではなく考え方が問われるということで、この経験がね今の経営にも生かされてるということですね。で89年ボストンカレッジというアメリカの私立大学ですね、そちらに編入し92年卒業で、その後福田刃物工業を継ぐ気はなくて、1992年に NEC という当時世界でナンバーワンの半導体をね作る会社に入社しました。でそこで5年間勤め、1997年福田刃物工業株式会社に入社で、この時の理想っていうのが社員が誇りに思える友達に自慢できる福田刃物工業にすることだった。そして2004年に未来工業の山田市に出会い、徐々にいい方向へ向かう。その未来工業っていうのは同じ岐阜県内にある電気設備資材メーカーなんですけど、そこの創業者の山田さんとの交流を深める中で、社員をいかに感動させることができるか、社員のやる気をいかに高めるか、それが経営者の仕事であるということを学んだそうです。そして2013年代表取締役社長に就任ということで、実際に今から社員に口出しは一切せず、なぜ 100% 任せるのかなどいろいろお話を伺いましたので、ぜひご覧ください。そのぐらい接しないようにしてます、それが僕は失敗してるから。弟は接しても言わないんですよ。僕は見て腹が立つと汚いなと思うとどなっとるんやってことでもうわーなんですよ、性格だから、社員に任せてすごいですねって言われるけど、そもそも自分がストレス溜まるので、もう行かないようにしたらめちゃくちゃ自由で、こういう性格だから弟にちょっとあそこ汚くて「お分かった、ほんなら俺行ってこうわ」ここは社員はやっぱり僕が「ドラットなんて言うとやっぱり面白くない。そういうことで工場には全く行かないようにしてます。いちいち弟がやってること、聞くことはあるけども、見積もりに対してあれおかしくねえかとか普通の会社で言うんですよ、兄貴。だからそういうことはしないように心がけてるわけじゃなくて、みんながちゃんとやってるんで言わないし、ただ人事だけは気づいてみたら、俺任してるって言ったけど、確かに見たようにその明日のね、面接っていうか、面接じゃないんですよ、明日が説明会なんですよ。女の子が林さんってさっき言った3人の子が「私全部やりますんで、社長になったつもりでやります」って言ったから「ほんならええわ」っていう感じ。そういう接し方、自分は本当は出たかったです、明日本当は、やっぱり初めてだし、だけどいいわって言われれば、そっちを取るタイプ、64ぐらいで気になってそれでも行く人いますよね。僕はどっちかっていうとそこは嬉しいから社員がやるっていうなら、でも4ぐらいは出たい、ゼロではない、性格ですよね。そこがやっぱり日本の経営者で珍しいみたいで、本当に言わないのっていう話、本当に経営計画ないのとか、普
普通はあるんですよ、150人ぐらいあれば。やらないって言って。でそういうところが珍しいので、しかも売り上げが伸びてるっていうことで、社員とは向こうから来ない限り、接しないようにしてます。だって僕が社員だったら、オリさんが社長で、用もないのに、オリさんが「はい、こうやってやってください」って言われても困るんですよね。当事者ですから、掃除でもこう汚いって言われても僕が使ってるわけじゃないので、俺の職場だぜって言っても知らないですよね。やっぱり僕結婚して26年なんで、みんな言いますけど、嫁が作るご飯が一番美味しい、嫁が作るご飯が一番美味しい、あれ安心感ない、量とか、あれすごくない？あとは毎日ルーティンとか朝とか夜寝る前とかなんか決まってやってる。僕はもともと今行くと制服作っちゃったんだけど、ユニフォーム、それ反対で、やっぱ服とかああいうその靴とか、時計とか、なぜかというと毎回考えた方がいいと思ってるんですよ。だからトレーニングじゃないですけど、服なんかでも同じものは着たくない、絶対にこれ昨日1時間しか着てないって言っても次の日は違う服を着るっていう考えというか、ずっと同じことやってる、これ聞かれたことがないから面白いに答えてる方もで、それはまあやってるルーティンなんですけど、もう一つのルーティンは50歳になって、弟がね歯をきれいにしたんだけど、まずね歯とこれ頭の毛もそうなんですけど、僕実はハゲだったんですよ。でこれ自然に、でハゲだったってでそれをいろいろやるようになって、今髪の毛がちょっと戻ってきてるんですけど、その肌のケアは、ルーティンになってきましたね。イソップっていうところを使ってるんですけど、AESOP って書くんですけど、このイソップっていうオーストラリアの植物油を作ってるところがもうハマっちゃって、これが今5年ぐらいかな。朝と夜、洗顔、化粧水、アイセラム、ナイトパック、乳液、もう一つビタミン、すごい、で今ここのボディもいいし、エルメスでもらったやつもいいからそれより全然いい、やってるんですけど、50から始めたんですよ全部、頭の毛も歯の磨きももう今歯医者さん行って磨き残し率、何パーセントって言われるじゃないですか、あれ俺そこで1番になりたいんで、やっとこの間 3% 切って「福ちゃん1番になったよ」と。でもう歯間ブラシの使い方まで聞いて、こうじゃなくて27歳と若いので入らないらしいね、僕ら入るの結構、ほんでね、もうこうやってゴシゴシ出てくるのよ、で特にインプラントがあるので、インプラントをクーやるとポロ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 、あとは下のこの下掃除、ベロ掃除はもう一日やってるし、あとルーティンといえば日焼け止めは50歳からじゃない、ごめんなさい、50歳ぐらいか5年ぐらい前からやってるのは、1日に最低でも4回ぐらいは日焼け止めしてます、365日で、そういうなんかルーティン、あと薬も飲んでます、ビタミンとあるのね、こことこことなんだっけ、これか、こことこことこれか、こっから上とボディのケアとかは多分日本の男性の中でもトップ5にでもイソップの名古屋のゲートタワーに言われたのは、ナンバーワンだって言われて、そこでしかも洗顔も朝と夜変えてますから、同じメーカーだけど、だからそこら辺何が違うのかって聞くのも好きだし、だんだん理屈っぽくなってきて、成分がなんでこれがこうなのとか、そういうのが面白くなってきたっていうことと、人に言われると、年取ると「福田さん手綺麗ですね」って言われるとすげえ嬉しいの、しかも男から言われるとその嬉しくなる、男からまたなんか本当に綺麗だもんね、なったのよ、だからそういうなんかこう匂いとか、そういうのに、今度聞かれたことないから今日初めて言ってるんだけど、そのルーティンってあるなと思った、ないようで、あとは55っていろいろ病気するので、弟は健康だけど、やっぱり水をたくさん飲むようになりましたりとか、弟すごい飲んでるからいいんだけど、水をすごく飲むようになったりとかっていうのはあるかな。でも寝ても覚めても考えてることはサックスと時計ですね。時計のことで1個いいんですか？いいですよ。時計の魅力って何ですか？食べてるものなんかそうですね。というよりも、僕はもう小栗さんね、はっきり言ってね、何でも言えちゃうもんでさ、これ言うの初めてだけど、弟にも言ったことないけど、必ず撮ってるのが R1 なので R1 は定期的に来るので、毎朝必ず嫁が出してくれるあれしてから、当然風邪もひかないし、
R1 はいいかなっていう感じで、これでも仕事の一番の喜び、これはやっぱり社員がこの会社背景を買ったっていう時は車で泣いてます。で今後の展開簡単で、今より社員が給料高くなって、で僕も高くなって、もうそういう簡単なシンプルな、で人生のゴールは結局僕はいいんだけども、自分の息子がどこの会社よりも入れるか入らないか分からんけど、日本で一番入りたい会社っていうのを息子が言ってくれるのがゴールで、それ分かりやすいんですよ僕。やっぱり今だったら Google の方がいいよとか、どこがいいかなケースがその最先端っていうかさ、どこでもいいんだけど、あいつはさ獺祭とか好きじゃん、だから山口なんとかとか、それを上回る会社っていうのがやっぱりゴールかな。そうすると自分の時計も買えるじゃないですか。その頃には1億なっとるはずだから、どういう戦友好楽っていう言葉が好きでどっかで書いたんですけど、山中を言った、結局相手のためにやってるわけじゃないんだけど、みんなが喜べ、みんなが喜んだり感動すると、やっぱ結局最終的には好楽、自分が楽で楽しいという中国のことわざなんですけど、そういうのあるなと思いました。経営者とか圭介もそうだけど、自分がやってるうちにみんながすごくこう喜んでくれて、株が変な言い方だけど社長の株も上がると結局返ってくるという、そういう思いは強いから、何でもかんでも社員のために社員のためってやったら自分だけ面白くなかったらストレスになっちゃう。すみません、ありがとうございます。だからこうやって出会えたのもやっぱり圭介のその奇跡の花のおかげなので、はい、ありがとうございました。では最後ですね、奇跡を実際に使用している花というお店に行ってきました。ここは古民家をリノベーションしたそうで、とてもおしゃれで落ち着く空間でした。本当にね素敵な空間だったんですよ。で実際にねこのような料理が出てきたんですけど、もう見てください、これうまそうすぎますよね。本当にうまそうですよね。美味しかったんですけど、もうね肉も野菜も最高でした。ありがたい。いいですか？いいんですか？ありがとうございます。すごい。これで炊いてるんですね。今炊きたてです。開けると結構いいです。うわ、最高ですね。奇跡の。実際使ってどうですか？やっぱ歯切れ味落ちにくいんですかね。結構ガンガン使うんですけど、切れ味はとってもいいと思います。野菜の彩りが綺麗ですね。そうですね。なんかこれだけでも絵になる。お料理美味しかったです。あ、本当ですか？ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。インスタもよく見てます。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。美味しかったです。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。はい、ということでね、今回の動画はもうすぐ終わります。花さん、そして福田刃物工業の皆さん、本当にありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。最後にですね、社長が弟に対する思いを聞かせていただいて、それがすごく素敵だったので、ぜひご紹介させてください。私が最も気心が通じる相手が2歳年下の弟である。周りからお二人は仲がいいですねと言われたことがあるが、毎日ランチに出かけるくらいで、性格や考え方はまるで違う。ただ2人とも会社の未来にワクワクしている。常に楽観的でプラス思考だ。だからつい相談したくなる。弟はこうあるべきだという欲望を一切持たない。社員に自分の考えを押し付けたりもしない。社員と共にひたすらいい刃物を作ることを追い求めている。弟を大事にしてほしいとは母の常套句だ。兄としてこれからもありのままの弟を応援していきたい。超絶ブラザー圭介、今だから言える。あなたがいなければ今の私はなかった。はい、以上です。今出てきたように大切にしていることが、どんな気分だとしてもランチは必ず一緒に食べるということを徹底しているそうです。本当に素敵なお話ありがとうございます。あと、はい、これですね、このウェルカムボード、もうね嬉しすぎますよね。こんなん持って帰ろうかなって思いました。持って帰っちゃえばよかったですね。はい、一生の思い出です。本当にありがとうございました。では終わります。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。何それ？時計のことで1個いいですか？いいですよ。時計の魅力って何ですか？1個買うと、もう1個欲しくなるところかな。でもね、例えばね、オイルさん、例えば圭介が戦闘機が好きだとすると、戦闘機持ってなくても戦闘機好きになれるじゃないですか。時計もそれがある。時計はね、もうね、奥深すぎてこれっていうのはないんですよ。一つ言うなら、あんな、絵と一緒で歴史がすごいんですよ。そのストーリーが、なんでこのデートナっていうのがルマンから始まったのにデートナなのと、なんでコスモグラフ、なんで宇宙のコスモなのにレースなのとか、こういういろいろオメガとの葛藤があったりとかっていうところも好きだし、自分がこれを変えるという
喜び、だってオイルもさしてないんですよ。10年オイルささなくても、あとオイル変えるだけ。あとでロレックス、ごめんこれ最後にします。ロレックスの魅力は実はうちとちょっと似てる、ちょっと似てる失礼だけど似てて 100% 社内完成さなんですよ。それないんですよ。意外とない。文字盤を外、針は外、全部と、あと潤滑油まで作ってるんですよ。でその潤滑油を今まで1種類だったのを2年前から5種類にして、オーバーホール5年を10年にしたんです。オイルでそんな変わるんですか？変わるんです。そんなことも知らない、でインターネットでそういうことあんまり書いてない、もっと言えばその50年前のデザインと全く変わってないんですよ。僕は途中でなんでこれこういうふうにしないのかなって言ったら、やっぱり歴史で創業者のやつ見たら、我々はロレックスしか作れないものをロレックスというと、かっこいいなと思って、僕らが考えるようなことはロレックスじゃない。毎回外れるんですよ、次はこれ黒でくるんじゃないかな、赤くるんじゃないかな、裏切られるわけですよ。全ての技術を最初にやってるんですよ。 100m 防水機械式やったのもロレックスで、でクロノミーターっていうのも永久カレンダーもそうだし、意外と僕の好きな技術を最初にやってるのはロレックス、実用的なものっていうのもあるし、実はみんな知らないんだけど、こんだけロレックス買えないって言いながら、120万個作ってるんですよ。1兆2000億円企業なんですよ。ところが株式会社じゃないので公表してないんだけど、エルメスもそうですけど、成功が多分千数百億円なので、めちゃくちゃ大きい会社なんですよ。ちょっと不思議じゃないですか。そのオイルも5年に一遍、10年に一遍、10年に一遍か、オーバーホールは10年に一遍だと、なんで何もしないのにこうやって回すだけで、なんでストップウォッチから全部できるんでしょうね。もういまだにわからない、どういう仕組みなのかなっていうの。しかもこんな小さな中に250ぐらい入ってるんですけど、あと摩擦がしてはいけないので、全部ルビー、一番硬いルビーとか、ダイヤは使わないケース、なんでだろう、あれ加工しにくいんかな、ルビーを使ってる、ルビーで十分なんかな。だからよくあれ見ると赤いんですよね、あれが。あんまいかないかね、ケース。いいじゃん、いかないかいかない、ちょうどいいんやで、ちょうどいい今、やっぱ時間ちょうどよかった。